目覚めた地球人へ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。長い動画ですので、いくつかに分けてチャプターをつけました。今日は思考コントロールと潜在意識のスキルについてお話しします。思考をコントロールするとか、潜在意識を書き換えるとか、聞いたことあるし、知ってはいるんだけど、うまくいかない。なんか、何言ってんのかわかんない。どうしたらいいのかわからないから、毎日がつらい。本当に何とかしたいと悩んでいませんか？毎日自分に対してダメ出しばかりで弱気になっている方、最後まで聞いてほしいです。疑問を感じたときには、自らが調べていくことも欠かせません。疑問は地球人の気づきや新しい可能性を見つけることができます。思考を変えるお手伝いをしていきたいので、いつも出会えるようにチャンネル登録お願いします。毎日の感情や思考の波動で現実を作ることを実際に試し続けている自分を信じて、この動画を配信しています。今日は思考をテーマにして、潜在意識のスキルと思考コントロールについてお話ししていきます。個々の考え方もありますが、この動画では私の実験や体験と様々な学問の思考の情報も踏まえて配信しています。では、脳のバランスを整えて快適な思考にすることになります。大きく分けて潜在意識と思考コントロールの話をしていきますね。潜在意識と脳の思考コントロールをすることで何が起きるのか。そもそも潜在意識っていうと、過去に体験したことによって無意識に蓄積されて作られた価値とか思い込みによってできている意識です。無意識のうちに蓄積して存在しています。これが日常の生活の中で直感とかひらめきとか、いざという時の力を発揮して影響を与えています。この潜在意識は9割を占めると言われています。ならば本当の自分の意識ですよね。なので蓄積されているものが重要なんです。この潜在意識を望む方へ変えるためには、未来の設定をすることなんです。で、知ってます、分かってますって思われたかもしれませんが、実は潜在意識を書き換えるだけではなくて、いろいろ進化が起きていることで、現代は精神的なものも含めて、何かを形にするときには、実際に叶ったイメージをするのがすごく効果的だとみんなが知ってきたからです。でも潜在意識の書き換えって初めての時はうまくいかなかった。そんな経験のある人間が耳にする現実があるってことなんです。実際にどんな方法で潜在意識を書き換えていくのか、現実化にするエネルギーを高めているのか、それは毎日の一日リセットの時間を利用することだと思います。もともと波動が高い時間が潜在意識の書き換えの思考のコントロールには秘訣です。わかりやすいのは何も考えていない時です。それは寝る前です。未来の自分、理想、今の現実を切り離した理想が大切なんです。それを本当の自分の潜在意識に入れていく。寝る前に笑顔になるようなイメージをすることです。そうすると心に感動できる感情が出るイメージが、まるで現実のような波動が目の前になくても体感として生まれてくるんです。脳はいいことが起こったと錯覚するんですよ。そうすると幸せホルモンが出てきます。この臨場感が高ければ現実味が出てきます。潜在意識が現実だと錯覚する効果があるんですよ。寝る前に幸せに暮らしている姿を思い浮かべる。寝落ちの瞬間は意識の中で情報や記憶というものが入ります。いい状態でも悪い状態でも眠りにつくと潜在意識の中にそのイメージが入っていくんです。寝る前の時間を使うことが大切です。どんな意識でどんなイメージを持っているのか、
基本的に一日のリセットが睡眠です。嫌なこともいろんなことを忘れられることができる時間ですよね。未来に対する理想を思える時間ですね。潜在意識の中にどんどん入っていく。思考でももうダメだとか自分には無理とかできるわけないって思ったとしても、潜在意識の中に理想と成功のイメージの自分があれば、潜在意識がその現実を作るための情報や出会いを引き寄せていきます。人生が変わってくる潜在意識を書き換えるワークで毎日眠るわけですから、寝る前で習慣化できます。過去は毎日の思考の積み重ねが作った現実ですが、もう過ぎたことです。あれこれ難しく考えずに、本当の自分が幸せで喜びに満ち溢れていることに感動しているイメージを潜在意識にシフトしていくんです。バトンを毎日渡し続けていく。必ず人生の中で自分では思ってもいなかったことが起きてきます。人生が変わっていくのが潜在意識を書き換えることだと思うんです。だから寝起きも大切です。寝起きは潜在意識から顕在意識にバトンを渡してシフトされる時間なんです。変性意識とも言われています。思考がまだ起きていない状態、ぼーっとして水を飲むとか、ぼーっとしてトイレに行くとか、無意識に何も考えられない思考が止まっている時です。潜在意識に情報を書き込む時間なんですよね。だから寝起きは起きた瞬間に笑顔なんです。何言ってんのって思いましたよね。先ほどもお伝えしたように、脳は笑うことで筋肉を動かして嬉しいと感じていると幸せホルモンを出して幸せを感じるようにします。それを使うわけなんです。人間には今まで人生で育った環境から始まり、世間の常識や情報とか価値観がいっぱいあるんです。でも本当に自分にとって必要なのかどうかは脳はわからないんです。それは現実だけが教えてくれています。思考したことが現実になるからです。潜在意識の中で情報にブレーキをかけるものがある。顕在意識で受け入れる情報はブレーキがかかる情報を集めてくるということです。全く意識していない無意識です。仕事で成功したい。なぜうまくいかないんだろう。潜在意識の中にブレーキをかけている情報を行動や思考パターンが変わることによって潜在意識に理想の情報を入れる状態が継続できていって必要な情報を無意識に集めてくれる。不思議なんですが勝手に行動が変わるということなんです。すでにあるとか腑に落ちることってどういうことって思っている方にお話ししたいと思います。結構ぼんやりと願いがもう叶ったってなんだ？本当にそのことをできるのって思う人は多いと思うんです。長くかかっている潜在意識の書き換えにもう疲れていたり、ぼんやりすでに叶っている自分っていつ具現化するんだろうって感じていませんか？いつに叶うのって感じで現実を見ているのではないでしょうか。願いが叶うのには時間のずれがあることを知ってください。今の現実はあるけど、目の前の現実は願いとは違う。だからなんとなく不安で確認してなんか合わせにいってる感じありませんか？潜在意識に継続的に入れるまでには時間がいります。例えば、オレンジジュースが飲みたいとします。でも思考だけでは目の前にはありません。自分でオレンジジュースを買いに行く。飲みたいということには合わせには行っています。ちゃんと叶ってはいますよね。現実ではないけど本当はある。買うとこがなくて飲めない時には叶わないと思った時の気分を注目してみてください。どんな感情ですか？そわそわしたり、なんか気分が重いって感じになっていませんか？要は気分が悪い。もう叶わない。それはない。そういうふうにして考える現実があるわけです。不自然なものが現実として出てくるときには、
要は気分が悪くなっているわけです。気分や波動の重さ、違和感がサインです。反対に満たされていっぱい足りているとか、いっぱい願望も叶っている、叶うんだって思った時にはすごく気分がいい。これが真実です。本当の自分の現実なんです。不自然で違和感だったりすると気分が悪い。自然でしっくりきてて、要は備わっている自分が本当だってことです。だから、あるっていう見せている感覚が気分がいい。あることとか知っていることは自分の内側の真実で本当の自分なので、すでにあるって感じることは書き換えのできるっていう自然なことなんです。このすでにあること、腑に落ちる感じになれると、オレンジを食べたいと願ったら、オレンジの絵を見かけたり、誰かがオレンジを持ってきてくれたり、オレンジジュースの自販機が目の前にあったりして、願いが叶いやすくなるんです。今まで経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点で、この悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。現実とは感情と思考で継続的に蓄積されることでできています。潜在意識は思いもよらないところで行動をブロックしているんです。潜在意識は9割以上、顕在意識は1割未満の意識です。顕在意識は現状の維持で安定の今の自分を生存するために守っています。もちろん顕在意識の役割もとても重要ですが、守りの意識は可能性を奪ってしまう時もあります。現状を維持することから新しいことに抵抗や恐れ、変化に対して対応ができなくなるんです。これが悩みやブロックです。本当に目指していたことに脳が勘違いをしていくんですよね。脳には時間軸がないってことです。つまり脳というのは勘違いするので、イメージをしたことが過去なのか今なのか、それとも未来にこれから起こることなのかわからない。関係ないんですよね、脳には。脳はもう起きていることと勘違いをして潜在意識に蓄積されていくわけです。例えば過去の辛いことや誰かの影響で蓄積されて影響を与えているって場合がほとんどです。潜在意識を書き換えたいなら過去の出来事に向き合う、修正するという従来の方法よりも壮大なイメージで継続的なパワーで書き換えをした方が効果はあるのかもしれません。想像もつかないような夢を考えることでイメージした時のそのワクワク感もすごいものになっていく。潜在意識を書き換えるためには夢とか希望とか想像もつかないくらいに設定する。内容によっては叶った後の先のストーリーの詳細も考えて、とにかく未来の延長に想像もできないサイズの夢を設定する。今までの古い概念や思い込みを外していく。新しい考え方も取り入れていくことで望む人生に向かっていけます。本当の自分は9割。9割も余力があること。夢や願望を叶えるのに潜在意識の影響力は顕在意識よりもはるかに大きいということです。何かを叶えたいのなら潜在意識の力を使うことなんです。いきなりそんなこと言われてもよくわからないという方に細かく説明しますね。本来の自身の力を使うこと、知ることにつながります。次のことだけ知っていれば大丈夫です。すべてを肯定する存在が潜在意識です。とても大きくゆったりしています。いつも応援してくれる存在です。顕在意識の癖や悩みを9割の潜在意識の力を借りて、新しい意識に変換することで、顕在意識の本来の素晴らしい働きをしてくれます。誰でもすでに無限の力を持っている潜在意識は本当の自分なんです。自分自身のことで想像や過去、現在、未来のすべて、生まれ変わりの魂を統括している存在で、無条件の愛、壮大なエネルギーが自分に備わっていることに
気づいていきます。自分を信じることです。今までの古い概念や思い込みを外していく。新しい考え方も取り入れていくことで望む人生に向かっていけます。ここでまとめです。思考のコントロールと潜在意識のお話をしてきました。今、フォーカスして意識を向けてエネルギーを蓄積していることが現実になってきます。人間の生きている時間は有限です。壮大な夢を考えることで脳は未経験なことでも勘違いするんです。これは経験したこと同じぐらいなんだなって潜在意識に蓄積し貯めていくんです。結果的には潜在意識の書き換えが起こるっていうことです。まずはワクワクすること。ワクワクしたエネルギーと同じ状態で今からでも日常生活に取り入れていくことなんです。そうすると最短の時間でそれが引き寄せられてくるという仕組みになっていくんです。私たちは常に願望を出しています。叶えるために常に働いてくれているのが潜在意識です。その潜在意識の使い方を、そのスキルを持っていれば人生の流れを任せていけます。イメージや想像力を使って潜在意識との間のコミュニケーションをとって調和することが大切です。波動のエネルギーは周波数のことで、この世にあるものはすべて特有の周波数があります。常に波動を放っています。私たちも無条件で出しています。周波数と共振したものを日常として体験しているんです。扱い方のコツは、現時点のスピリチュアルな能力は関係ありません。ふとした瞬間に直感を感じたり、インスピレーションが湧いたりした経験あると思います。それがメッセージです。そう思うと、潜在意識につながっている時って日常にたくさんありますよね。そして共通の特徴があることに気づきましたか？朝、寝起きの時やリラックス、安心している時やぼーっとしている時、何かに夢中になっている時や眠くて寝ぼけた時、お風呂でふんわりとしている時、いつもありますよって思いましたか？そうなんです。これがいいんです。必死に頑張ったり、特別で難しいことをしたりするよりも、ただ安心してリラックスすることを心がけてください。潜在意識は自身で難しく考えずに、自分のすぐ近くにその存在があるんだなって感じるようにしてください。深呼吸を繰り返すことで身近に感じることができます。受け取るための受け皿があなたの体です。波動エネルギーの受信は人それぞれ違いますが、器の感度と大きさが大切になります。そのためには意識が大切なんです。イメージした直後に、この夢が本当になるとしたら、どう考えても自分の力だけではないな。支えてくれた目に見えるものや目に見えないものすべてに本当に嬉しくて感謝をする。ここから感動する感覚になることをやってみるんです。今を生きているパワフルで情熱のある素晴らしい地球人は、自身と向き合うことで個性を知ることができます。他者と比べる、競う、争うことは全く無意味なのです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて地球で今生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。